皆様、残暑見舞い申し上げます。立秋を過ぎ、暦の上では秋とはいえ、日本ではまだ暑い日が続いています。そんな折、少しでも涼を感じていただければと、今回は亀のぞきという伝統食をご紹介します。爽やかな色味とは対照的で少し不思議な、この色名の由来や歴史を、ゆっくりと紐解いてまいります。動画の最後には、亀のぞきと相性の良い配色もご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。皆さん、こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは、日本の美しい伝統食を一食ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しています。今回ご紹介するのは、日本の伝統食の中でも、ひときわ風情ある名前を持つ色、亀のぞきです。この不思議な響きを持つ色名には、どのような意味や文化的背景が隠されているのでしょうか。薄く、透き通るような青が、きっと皆さんの心を捉えることでしょう。それではこの色の奥深い世界を一緒に探っていきましょう。亀のぞき、JISの慣用式名では柔らかい緑みの青、他にも緑みのごく薄い青やわずかに灰みを帯びた薄い青色など資料によって様々な表現があります。英語ではペールアクアに近い色合いとも言われています。亀のぞきは時に亀のぞきや亀のぞきとも表記されますが、本動画ではこれらを総称して亀のぞきとしてご紹介します。またこの色は別名のぞき色とも言われます。亀のぞきの淡い青色は藍染めによって生まれる色で、藍染めの色系統の中では最も薄い色とされています。藍で染めた布は染めを重ねるごとに色が深まり、亀のぞきから始まりアサギ、花田、藍色、そして紺や勝色へと移り変わっていきます。ちなみにアサギ色と勝色は過去の動画でもご紹介しています。本動画の説明欄にリンクを掲載しておりますので、よろしければぜひ合わせてご覧ください。さらにアサギ、花田、藍、紺といった代表的な色にもそれぞれ複数のバリエーションがあり、その一つ一つに繊細な名前が付けられていました。これらは総称して藍四十八色とも呼ばれ、当時の日本人が藍の微妙な色合いの違いを見分け分類しようとした文化的な豊かさが感じられます。明治時代、日本を訪れたイギリスの科学者ロバート・ウィリアム・アトキンソンは、人々の暮らしの中に数多くの藍色が使われているのを目にし、藍色をジャパンブルーと名付けたと伝えられています。藍染めの方法には2種類あり、生の藍の葉を使うものを生葉染め、藍を発酵させて使うものを藍立てと言います。藍立てはやや複雑で、まず藍の葉を発酵させたすくもを甕に入れ、微生物による自然発酵などを利用して水溶性の染料液を作ります。この工程は藍を立てると呼ばれ、発酵によって染料液の表面に泡が立ってくる状態を藍の花が咲くと表現します。これは染色できる状態になったことを意味します。染料液に布や糸を浸しては取り出し、空気にさらして酸化させることで発色し、色が定着していきます。藍染めはこの浸す、空気にさらす工程の回数によって色の濃さが変わり、濃い藍色を得るには何度も繰り返す必要があります。一方、亀のぞきのような極めて淡い色は熟練の職人の技と使い込まれた染料液が求められると言われています。この亀のぞきというユニークな名前は江戸時代に登場した式名だと言われ、主に2つの由来があるとされます。1つ目は
これまでお話ししてきた藍染めの工程に由来する説です。染料が入った甕、藍甕に白い布をほんのわずかな時間だけ浸して染めることでごく淡い色が得られるため、甕をちょっと覗いただけという意味合いで名付けられたといいます。この一度だけ染料液に浸すことをひとしおと呼び、このような染め方は室町時代にはひとしお染めと言われていました。それが江戸時代に入り、甕覗きという面白い名前が付けられたようです。ただしこれはあくまで比喩的な表現であり、実際に布を数秒だけ浸すわけではないという見方もあります。またこの甕覗きの色は藍染めの甕の染料液が使い込まれてわずかな色しか染まらなくなった最後の色を指すという解釈もあります。藍染めの液は発酵によって色がつきますが、液を作ってからかなりの時間が経ち、使い込まれて染色成分が少なくなった液でなければこの薄い色をきれいに染めるのは難しいとされているという話もあります。2つ目の説は甕に映る空の色に由来するというものです。水を張った甕の水面に映る空の青から名付けられたというロマンチックな説です。どちらにせよ日本人らしい繊細な感覚と遊び心から生まれた名前と言えるでしょう。甕覗きの名前を語る上で欠かせないのが古典落語の高野高尾という演目です。別名をだ染め高尾や甕覗きとも言います。生真面目な高野の若手職人久蔵が吉原の花魁道中で高尾太夫を目にし一目惚れします。彼女に会いたい一心で久蔵は3年間身を粉にして働きお金を貯めました。遊び屋の医者に手引きされ流山の若旦那と身分を偽り念願の高尾と対面し思いを遂げます。別れ際高尾に次はいつ会えるのかと聞かれた久蔵はそれまで隠していた真っ青に染まった指先を見せ、自分は裕福な旦那ではなく雇われの身であり高野の職人であることを正直に打ち明けます。そしてまた3年働いて必ずあなたに会いに来ますと告げました。その真摯さに心を打たれた高尾は、実は来春私は年季が明けますのでその時はあなたのもとへ参りますと答えます。翌春高尾は約束通り久蔵のもとにやってきて、2人はめでたく祝言を挙げ親方からのれん分けされた荒野を共に繁盛させました。物語の後日談として久蔵と高尾は夫婦となって開いた小屋でだ染めと呼ばれる手ぬぐいの早染めを考案します。この速さと色合いが大人気となり、その染められた色が甕覗きと呼ばれ店は大繁盛しました。なぜ甕覗きと呼ばれるのか、ここには高尾太夫の人気を物語るエピソードがあります。美人の誉れ高い高尾を一目見ようと多くの客が久蔵の染め物屋にやってきました。しかし高尾は藍甕に手ぬぐいを浸して染める作業中で下を向いているため顔が見えません。そこで客たちは高尾の顔が映った藍甕の中を競って覗き込んだといいます。この行動にちなんでこの早染めが甕覗きと名付けられたとされています。ちなみに落語に登場する甕覗きの色は実は浅黄色だったと言われています。伝統色としての甕覗きがごく薄い藍色であることを思うと、この色の違いもまた興味深いところです。物語のユーモラスな解釈が色名に新しいニュアンスを添えていると言えるでしょう。余談ですが、この久蔵と高尾は実在の人物で実際にあった話と言われています。高尾太夫というのは吉原の置屋三浦屋の一番の花魁が代々名乗る名跡で11代目まで続きました。高野高尾の高尾太夫は5代目であったという説が有力のようです。世界的に有名な画家ゴッホの作品タンギージーさんには背景に6枚の浮世絵が描かれています。その中でタンギージーさんの左後ろにこの高尾太夫の姿が見えます。江戸の浮世絵に登場するだけでなく遠く海外でもジャポニズムのアイコンとして散見されるほどに高尾太夫という花魁は有名かつ特別な存在でした。この高野高尾の物語は古典落語としてだけでなく浪曲の演目としても有名で、さらに時代劇映画や舞台歌謡曲の題材にもなり昔から多くの人を魅了してきました。
そしてこの物語に登場する染色のエピソードこそが亀のぞきという式名の由来として今も語り継がれているのです。ここでは亀のぞきと相性の良い配色を2つご紹介します。洋画家和田三蔵が編纂した配色辞典の中にも亀のぞきを使った配色が紹介されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、コンピューター画面上で再現してみました。動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。1つ目はベニエビ茶との配色です。赤と青という色相の違いに加え、濃淡や明暗も対照的です。深く渋い紅赤であるベニエビ茶と淡く爽やかな亀のぞきとの組み合わせです。互いの美しさを引き立て合う配色で、どちらも黄身が少なく見た目にもクールな印象を与えます。この2色を使ったグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目は赤色と花田色との組み合わせです。同じ藍染めの濃淡である花田色と亀のぞきに差し色として赤色を加えた全体的に安定感のある配色です。ファッションにおいてベーシックな色味とされる紺とベージュに似た花田色と赤色に亀のぞきの淡い青みが入ることで上品さと爽やかさがプラスされます。これら3色を使ったグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。亀のぞきという式名は単に薄い藍色を指すだけではありません。藍染めの深い歴史と職人の技、そして江戸時代の人々が色に込めた遊び心や粋な心意気を今に伝える、まさに物語る色です。この爽やかな色は現代を生きる私たちにも静かな美しさとほっとするような涼しさを運んでくれます。今回の動画を通して亀のぞきという色の魅力を少しでも感じていただけたなら嬉しく思います。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色をご紹介していきます。もし今日の動画を楽しんでいただけたら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。